こんにちは、釣り切符です。今回は芝生のエッジ処理についての動画になります。では今回の作業項目です。1番、エッジ部分をまっすぐに切る。2番、レンガを置くための溝を掘る。3番、根止めフェンスを置く。4番、レンガを並べていく。5番、砂利や防草シートで雑草を制御する。6番、薄いマス周りのお手入れの6項目の作業となっております。では早速作業をしていきたいと思います。1番、エッジ部分の芝生をまっすぐに切る。まず最初にカッターナイフでまっすぐになるように揃えていきます。本当は芝生専用のターフカッターというのを使うのがいいのですが、いつも100均でカッターナイフを買ってきて、このようにエッジのお手入れをしております。カッターナイフでも意外と土ごと切れますので、芝生用で一つ持っていてもいいと思います。おすすめです。ただ怪我しないようにだけ注意して作業をしてください。では作業の方を進めていきたいと思います。見ていただいた通り少しずつ切っていますので、きっちり直線に切ることは難しいのですが、まっすぐ切ることに自信のない方は、紙を切るときに物差しを当てるように少し長めの木を当てながら切るとまっすぐに切ることができます。それとこのエッジ処理をなぜ今の時期にするかと言いますと、今の時期は3月の更新作業が終わって新芽が生え揃う4月の1回目の芝刈りまで時間がたっぷりあります。ですので今のあまりすることがないうちに済ませておけば、本格的な芝作業が始まっても芝刈り、雑草取り、水やりなどのメインの作業に時間を使うことができます。エッジのお手入れにお悩みの方、または今年は芝生の端から端まで全てきれいにするぞとお考えの方、今の時期にすることをお勧めします。では作業項目1番のエッジカットが終了いたしました。このような感じに仕上がりました。本来ならこのままでも大丈夫なんですが、今回はここからさらに工夫していきたいと思います。2番、レンガを置くための溝を掘っていきます。レンガのサイズは幅約10センチ、厚み約6センチありますので、10センチの深さ、6センチの幅の溝を掘っていきます。この作業はスコップを使いますので簡単な作業になります。ポイントは深く掘りすぎないようにすることです。深く掘りすぎると土を足して高さを調整するときにハンマーで何度も土を締める必要がありますので、掘りすぎないようにしてください。それともう一つポイントは、縦にまっすぐに掘るようにしてください。油断するとすぐに斜めになり、レンガを置いた時にレンガの列がガタガタになります。ですので最後はカッターナイフなどでまっすぐになるように微調整をします。それではレンガを置くための溝掘りも終了いたしました。では次の項目に入っていきたいと思います。3番、根止めのフェンスを使う。溝を掘ってレンガを並べる前にこの根止めのフェンスを置いていきます。ではなぜこの根止めフェンスが必要かと言いますと、芝生はランナーというものを土の中で伸ばすことで成長していきます。詳しくはこちらの芝生の土と根の関係の動画を見てください。右上にカードを出しておきます。で、そのランナーがレンガの隙間を見つけて外に出ようとします。ちなみにこれはレンガとレンガの間のモルタルでさえも突破されたものです。ですのでこうならないためにまずはフェンスでストップしてからレンガを並べていきます。ただフェンスがなくてもレンガをモルタルで固定しない限り、都度レンガを取ってランナーや根を処理すれば大丈夫ですので、絶対に必要というわけではありません。それでは次の作業に入っていきます。4番、レンガを並べていく。この作業では土を足したりハンマーでレンガを叩いたりして黒いフェンスとレンガの高さを合わせていきます。
ですので今回の作業の中では一番楽しい作業項目となりました。それと僕は芸術的なセンスは全くありませんので、とりあえず売っているレンガを3色買ってきて順番に並べていくだけですので、センスのいい方ならおしゃれな色や形のレンガを使うと思いますので、その色合いなどの組み合わせなども考えて購入していただければ今回の作業はもっと楽しいものになりますので、いろんなデザインを調べながら楽しんで作業していただければと思います。ではレンガを並べ終わりましたので次の作業に入っていきたいと思います。5番、砂利や防草シートで雑草を制御する。ウッドデッキの下は3年前に薄い防草シートを敷いていたのですが、芝生の目土などがはみ出ていたので防草シートの上から雑草が生えています。毎年夏になるとすごい数の雑草が生えていますので、砂利を引いて雑草を抑えていこうと思います。また砂利ではなくて人工芝を敷いてもいいと思いましたので、時間のある時一度砂利と人工芝を変えてみようと思います。今回砂利の必要な量がよく分かりませんでしたので3袋しか買っていませんでした。見ていただいた通り砂利の量が全然足りませんでしたので、せめて見えてる範囲は全て隠していきたいと思いますので、後から3袋追加して合計6袋使いました。そしてこれが砂利を追加して汚れたり剥げたりしたウッドデッキをきれいに塗り直してレンガをきれいに洗って出来上がった様子です。あまり DIY に自信のある方ではないので、少し高さが違ったり綺麗な直線ではなくてちょっとだけ曲がったりもしていますが、そこは DIY ということで OK ということにしてください。この作業は2月25日に行っていますので、芝生がまだまだ茶色ですが、これが早く緑になってどのような感じに見えるのかが楽しみです。ではウッドデッキ下のエッジ作業はこれで完成ですので、次のエッジ作業に入っていきたいと思います。6番、薄いマス周りのお手入れです。エッジ作業ということはこの薄いマス周りもエッジ作業の一つになりますので、綺麗にしていきたいと思います。去年の仮納めの時にこの場所は綺麗にしておりますので、ほとんど伸びておりません。軽くハサミでカットすれば作業の終了です。ただシーズンが本格的にスタートすれば定期的にこの薄いマス周りもハサミで芝刈りをするようにしてください。では芝刈りが終わりましたので水できれいに洗っていきたいと思います。ここは見えない場所になりますのでブラシで軽くこすって終了です。そして先ほど見ていただいた通り、我が家の薄いマスは7年目に突入します。6年間の汚れが蓄積されておりますので、この機会に新品に交換したいと思います。値段は約1300円と意外とリーズナブルですので、数年に1回は交換してもいいと思いました。では新品の蓋をさせていただきます。際をお手入れして蓋を新品に交換すると新築の頃を思い出します。早く芝が緑になって綺麗な緑と白を見るのがとても楽しみです。それでは6番、薄いマス周りのお手入れの完了です。これで今回の6項目の作業が全て終わりました。このチャンネルの動画を見ていただいている方は今年も綺麗な芝生を育てようと思っておられる方がほとんどだと思います。エッジのお手入れをすることでもっと綺麗に見えますので、4月のまだ新芽が生え揃っていないこの時期に作業することをお勧めします。それではもうすぐ芝刈り1回目がスタートします。ここから本格的に芝生が動き始めますので、一緒に綺麗な芝生を育てていきましょう。ではお待たせいたしました。ここからはお楽しみのエンディング紹介になります。ぜひ最後まで見ていってください。